スティーブ、トランプ寄りなの？犯罪者じゃないか？だって、テイラー・スウィフトさえも彼は支持してないのになんで？スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。日本からアメリカに帰ってきたばかりです。先日の動画でちらっと言ったんですが、日本でそのことをよく聞かれました。スティーブ、なぜ犯罪者を支持するのか。それ聞かれたことが1回、2回、3回じゃなくて結構ありましたよね。聞かれたたんびに思ったのは、何を見てその頭になったのか。マスコミが流しているニュースは一体どんだけ間違えているのか、どんだけそれなりになっているのかっていうことが気になって、自分でいろいろいる間にもうニュース見てみたら分かりましたよね。トランプよりじゃないんですよね、日本のニュースは。それは明らかに分かりますよ。つけるために。どの放送局でも同じように言うんですよね。アメリカのマスゴミと全く同じようなことは、みんなにインプットしようとしているマスゴミが無責任だということは、自分の目で確かめました。聞かれた時に、私はもちろん答えたんですよ。いや、支持してますよ。100% 支持してます。でもみんなちょっと変な顔するんですよね。なぜかと。まず、トランプは犯罪者ではありません。報道されている中からだけを見ると、犯罪者すごい何十回、何百回も何百年刑務所に行く可能性がある。からどうやってこの人はアメリカの大統領になれるのか。という、わかりますよ。それしか見ないなら。それしか見ないからこそ、そういう頭になってしまうんだけど、事実と全然違います。いつもニュースで報道されているトランプがこう言いました。トランプはこういう発言しました。ほぼ100% のニュースに偽りがあります。わざとトランプの元の言葉をそういう風に聞こえるように編集しちゃったり、変えたり、彼が明らかに言えなかったことをピックアップして民主党、その放送局みんなこう言ってしまうんですよね。もう日本で全然よくいいことはもう報道されないからこそ犯罪者、独裁主義者、差別主義者という頭になっても仕方ないと言いたくないんだけど、本当はそこにメディアのマスコミの責任があるんだけど、なぜ一般の知らない人からそういうふうに言ってくるのは理解できましたよね。アメリカのニュースも同じですよ。98% ぐらいのニュースが普通の放送局ではアンチトランプのニュース。彼の良さ、彼がよくやったこととか、人のためにやったこととか、いいところ一切報道されないから、日本だけじゃないですよ。マスゴミっていうのは、アメリカと日本に言葉が違うかもしれない。英語と日本語は一つの共通点ですよね。最悪です。本当のことを言わせてもらうと、バイデン政権、マスコミと一緒に組んでやったのは、FBI、シークレットサービス、そしていろいろな地方の検事を使ってトランプを起訴したり、脅すためにわざと動いた今の汚いバイデン政権なんですよ。ハリスも含めて。ニューヨークの裁判、フロリダの裁判、国の裁判もあっちこっちの裁判。それで彼にいろんな罪をこうやると、もちろん選挙の時間、選挙前のもうある時間とかはもうなくなるし、支持者にアピールもうできる時間がなくなるっていうことの作戦なんですよ。そしてお金なんですよね。トランプからニューヨーク州の汚い、何のこともない最初、地方検事の女性の方が選ばれる前にその立場に、これからニューヨークもっと治安を良くするとか、あれじゃなくて、トランプを脅します。私にしたら100% トランプを潰しますって、明らかに言ったことはあります。そういう人が地方検事になって、トランプからお金取ろうとしたんですよね。お金イコール力、お金イコールいろんな選挙の時の宣伝、広告など、トランプから、いくら取られたんだっけ？数千億、もうわかんない。とんでもない。普通の人はありえない。今までなかったような金額。それでもトランプはキャッシュで払ったって。でもそこまで脅されている、もう今でもそういう環境の中のトランプです。面白いのは、やらればやられるほど起訴されたり、脅されたり、ニュースメディア、マスゴミに毎日叩かれたり、毎日やられてる中で、日々、全身
毎日のように彼が強くなってるんですよね。支持率が上がってます。どちらかといえば、バイデン政権とハリスの汚さがどんどん見えてくるんですよね。彼がやらればやられるほど強くなるトランプ。だから、最終的にどちらかといえば、私日本人にも説明したんですが、やらればやられるほど強くなるトランプ。怖くなくて言い返すトランプ。自分も誰でも記者とかどんなに自分とバッティングになると分かってても人と話し合うトランプ。逆に全く記者と話をしない、テレビに出ないハリス。トランプがすごいんですよ。出れば出るほどみんな彼の良さ、彼の強さが見えてくる中で、基礎レベルとかお金を取ってそれでもストップできない民主党が次にどういうふうにこの人を止めるのか。暗殺未遂も2回ほどありましたよね。事実をよく調べてください。私はいつも言うんですけど、今こちらでスティーブが言ってるから100% 正しいですということ、私の言葉だけを信じないでください。いろいろ調べてください。トランプはその過激なことなどを言ってないです。犯罪も起こしてないです。脅されっぱなしです。それは事実です。彼の映画を見てください。彼が自分で言わない行動などを見てください。病気のある子供にプレゼントを送ったり、手紙を送ったり、他のもう大統領候補者が行かないようなところに行ったり、人が困った時に助けたり、昔から彼はいろいろな人との付き合いのこともあったり、彼はみんなと、アメリカ人みんなと仲良くしたいタイプなんですよね。それはね、明らかにならないから日本のニュースに日本人の頭の中で犯罪者しかないんですよね。テイラー・スウィフトの話よくなりました。スティーブさん、テイラー・スウィフトがトランプは支持しないよって。彼女は支持しないからこそ俺は支持したいという気持ち、正直彼女のことをよく知らないんですが、フォロワーとかいっぱいいるのはわかるんだけど、わざと出てきて、私はカマラよりですって言った瞬間で、いや、ありがたい人がいっぱいいるなと思ってたんですよ。日本で影響があるかと思われてるかもしれないんだけど、どちらかというと悪影響。彼女とハリスには悪影響があると思います。どちらかというと。作戦が悪いです。彼女が出てきて、ハリス寄りだということは、逆に、私、改めてトランプ支持者として安心っていうことになります。テイラー・スウィフトにあんまり詳しくないんだけど、彼女の曲ってほとんどが自分が今まで選んできた男が失敗だっていうことがほとんどのああいう内容なんじゃないでしょうか。彼女失敗だらけだよね、選ぶことが。今回も大統領選も同じじゃないでしょうか。全く関係ないです。どちらかといえば彼女言ってから彼女のフォロワーが減ったっていうニュースも聞いています。日本でそれは報道されているのでしょうか。多分ないと思います。全く関係ないです、正直に。他のアーティスト、今までラッパー、今まで全然トランプのことを言わないような人たちが相次ぎに出てきているんで、トランプよりです。アメリカはこれから本当にトランプじゃないと、ハリスは一切支持しないって。今まで民主党しか多分考えてない人たち、トランプはどんだけ悪い人なのかってインプットされたハリウッドとラッパーとかミュージシャンとか黒人、白人以外の人も、ヒスパニックの人たちもトランプ見ても支持率は今までの共和党の候補者の何倍すごいんですよ。みんな目が覚めました。ハリウッドといえば面白い現象っていうんですかね。昔からハリウッドのエリート、ハリウッドの人たちがもう民主党のものだったと。共和党を支持する人がいたとしてもバカにされたり、外されたりとかという動きが今まで数十年はそういう流れだったんですよ。いつもね、不思議だなと思ってたんですけど、最近いろいろ見えてきて分かったことがありますよね。民主党、マスゴミ、ハリウッド、なんかこれ組んだ汚い怪しいメドレーですよね。YouTube ではよく言えない変なグループなんですよね。隠したいことがどんだけあるのか。トランプはそのグループには入りません。もともとお金があって、彼がビジネスマンとして、彼も番組とかもプロデュースしたり、テレビに出たりするんだけど、
もともとそういう人たちとの仲のいいところは全くないんですよね。どちらかといえば違う。違うからこそ、そのグループ、そのクラブ、その同窓会、この怪しい汚いところに入ってないからこそ、彼がまた大統領になったら、もしかしたらいろいろ出てきてほしくない。自分たちを隠してるお互いに自分たちのクラブでずっと秘密にしている汚いこともね、いろいろと、出てくるんじゃないかって。トランプが怖いです、その面で。ハリウッドから見ると怖い人です。ハリウッドといえば、エップスタイン。そして最近話題になったら P. ディディ。もう、このニュースがもしご存知じゃなければ調べてみてくださいね。汚い、隠れている、本当にひどい、犯罪的な、モラル違反的なところが山ほどあって、民主党の大統領ハリスだったら心配することはないんだろうと思うんだけど、トランプが入ってきたら、あんなに脅されたトランプがみんなに叩かれた、脅されたトランプが入ったら、当たり前のことで犯罪とかああいう汚いところをオープンに公開することが彼らから見ると何より怖いことだと思いますね。ニュース、日本のマスゴミ、新聞などだけを読まないでください。スティーブだけを聞かないでください。他のところ、X などのところで自分で調べてください。本当の事実が見えてくると思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。アメリカの大統領選挙はあとわずかしかありません。その前にオンラインのセミナーは日本でやります。日付は10月末になるんですけど、その情報は説明欄に入れておきます。皆さんぜひサインアップしてみてください。日付などの細かいことは下にあるんだけど、選挙のちょうど前、1週間か2週間前の時点で、またアメリカの大統領選挙はどうなるのかというテーマになるので、よかったらそのセミナーのご参加ください。あと、スティーブ的視点のオリジナルグッズがあります。Amazon Japan と steve'spov.jp にあるんで、少なくてもサムズアップのステッカーはいかがでしょうか。これ以外にも T シャツなどもこういう星条旗と日本の国旗が入っている T シャツと他にもキャップなどなどがあるので、ぜひチェックしてみてください。トランプは犯罪者テイラー・スウィフトのことを言われてよかったなと思います。それで自分の意見、その知らなかったことを自分から言えたので、みんな聞いてくれて、なるほどね、知らなかったなってそういうこともね、と言ってくれた人も多くて、ありがたい。もうそういう会話もオープンに、本当にね、こういう話をしないといけないんですよね。これは普通のことなんですよね。これからもいろいろ選挙までもアメリカ側からのレポートをさせてください。日々前進前向きにやっていきましょうね。サムズアップ的によろしくお願いします。ではまた次回。